今回は年末年始に行った海外旅行で実際にやらかしたこと6選を正直に話します。こんにちは。旅行が好きで限られた休みで子連れ旅をしているみずほです。子連れ目線でリアルな旅の話をしています。今回はタイのチェンマイへ行ったのですが、これからお話しする内容、タイじゃなくて他の国に行く時にもやってしまいそうなことばかりです。旅行好きの皆さんは多分それ知ってるとか常識じゃんっていうのもあると思うんですけど、その時は本当にアホだなぁと反面教師として笑いながら見てもらえたら嬉しいです。これから海外旅行に行かれる方は、これ気をつけようって思えてもらえたら十分です。それでは最後までご覧ください。まず1つ目、ワイズカードを持って行き忘れた。現金を下ろすためのワイズカードをまさかの持っていくのを忘れました。ワイズカードとは簡単に説明すると、海外の ATM で毎月2回合計3万円まで手数料無料で現地通貨にして下ろせる便利なカードです。このカード、以前別の動画でも偉そうに紹介していました。旅行に行く前にワイズのアプリにお金のチャージもしっかり済ませて準備万端のつもりでいました。そしてタイに到着した2日目の朝ですね。ホテルで朝ごはんを食べてリラックスしながら家族でその日の観光プランについて話していて、で私が最初にホテルの近くの ATM でお金を下ろしたいんだけどって話した瞬間にはっと気づいてしまいました。 ATM でお金を引き出すためのカードを持ってきていない。結局どうしたのかというと、緊急用として持っていた現金2万円分を両替屋さんで両替して、あとは前回の旅行から残っていた現金が2000バーツぐらい余っていたので、それらとクレジットカードでどうにか生き延びました。今回カードを忘れた原因はおそらくアプリでのチャージの操作に慣れていなくて、そちらに気を取られすぎていて、キャッシュカードの存在がすっかり頭から抜けていたのだと思います。今後は忘れないように家の中ではパスポートと一緒に保管しておこうかなと考え中です。2つ目、タイはクレジットカードが使えない店が想像以上に多い。今お話しした通り、手元にある現金が限られていたので、今回の旅行での支払いはクレジットカードに全振りしようと思ったのですが、チェンマイはまたバンコクと違うのか、クレジットカードが使えない店がたくさんでした。屋台とか道端のお店はもちろん現金払いですが、立派なカフェとか、あと外国人がたくさん来ている大きめのレストランとかでも現金しか使えないところがありました。一番驚いたのは、タイを代表するセントラル系列のショッピングセンターの中のレストランでクレジットカードが使えませんでした。本当にフードコートじゃなくてショッピングセンターの2階か3階ぐらいにある普通のヌードルのレストランです。あとはセブンイレブンやワトソンなどのチェーン店では最低利用金額が設定されている店舗がほとんどのようでした。今回私が利用したチェンマイ市内の店舗はどこも200バーツ以上の購入からクレジットカードが利用可能でした。他にもクレジットカードは受け付けているけどカード払いだと何%金額上乗せされますっていうのがマッサージ屋さんとかお土産屋さんでありました。クレジットカードメインで旅行したい方は注意が必要だと思います。3つ目、両替買い物の間に知らない国の外貨が紛れ込んだ。これは本当に私の不注意なのですが、いつの間にか知らない国の硬貨が財布の中に紛れ込んでいました。これなんですけど、皆さんどこの国のお金か分かりますか？おそらく両替をした時か買い物でお釣りをもらった時に10バーツの硬貨の代わりに受け取ったんだと思います。これに気がついたのが旅行2日目の夜で、まだあまりタイの硬貨が一体どれがいくらなのか覚えていなかったので、何の違和感もなく受け取ってしまったのだと思います。買い物でお釣りをもらったら紙幣は確認する人が多いかと思いますが、慣れないうちは硬貨も目視で確認することをお勧めします。4つ目、配車アプリでカード登録せず乗車してドライバーにキレられた。タイの配車アプリについても別動画で偉そうに紹介していたのですが、今回私自身がボルトという配車アプリでアカウントの作成だけしてクレジットカードの登録をしないまま利用してしまって、
結果危うく無賃乗車しそうになってドライバーにキレられました。車から降りる時に我が家と友達カップルと全員コップンカーって言って車から降りたら、ドライバーが窓を開けてマニーと怒られました。後からよくよく確認してみたら、クレジットカードを登録していない状態でも現金支払いで配車できる仕組みのようでした。そしてさらにドライバーに怒られたのが、あと10バーツ足りないって言われたので、私が財布から10バーツ硬貨を取り出して渡したら NO! となぜか返却されて、それが先ほどの知らない国の通貨でした。5つ目、タイプ C ケーブルが空港や飛行機で使えなかった。旅行へ行く前にはちゃんと気をつけていたのに、旅行の帰りにしくじりました。スマホもカメラも両端のコネクタがタイプ C になっているもので充電すると給電がすごく早いですよね。今回両端のコネクタがタイプ C になっているケーブルと、あとは片側がタイプ A のコネクタになっているケーブル、ちゃんと両方持っていったのに、現地に滞在中カメラの電池がなくなってきた時とか、短時間で急速充電したい時、タイプ C のケーブルばかり使っていたので、帰りに空港へ行く時も手荷物にうっかり両端がタイプ C になっているものをバッグに入れてしまいました。結局アダプターも持っていたので、空港ではそれを使って充電できたのですが、飛行機に乗っている時に充電しようとしたら、差し込み口がタイプ A のものしかなくて全く充電できませんでした。今回私が乗ったのはタイ国際航空で、利用する航空会社や機体によっていろいろ違うと思いますが、ケーブルは複数タイプを持つか、変換アダプタも持参するとか気をつけた方がいいなと思いました。6つ目、大晦日多くの店が早く閉まるので夕飯難民になりかけた。大晦日のチェンマイ、ホテルの近くの飲食店がどこも通常より早く閉まってしまい、危うく夕飯難民になりかけました。意外なことにタイには本格的なイタリアンのお店がたくさんあって、バンコクだけではなくてチェンマイにも私たちが滞在したホテルの近くに美味しそうなピザ屋さんがありました。そして大晦日の夜は息子のリクエストもあって、そのピザをテイクアウトしてホテルで食べることになりました。私が買い出し担当で、だいたい夜の7時過ぎにふらっとホテルを出て買いに出かけたのですが、なんとその日に限ってお店がすでに閉まっていました。お店のドアに今日は早めに店じまいしますみたいな簡単な張り紙が貼ってあって、どうしようと一瞬パニックになったのですが、なんとそのお店からまた歩いて5分ぐらいの場所にもう一軒キッチンカーに石窯がついたような小さなピザ屋さんがあったことを思い出して、急いでそちらに行ってみました。そしたらそこのお店も今日は夜8時までですといつもより早く閉めるようで、でもなんとか7時半頃に滑り込みで注文できました。でもそこも営業自体はしていたのですが、ピザを作っている間、手の空いたスタッフはもう仮装のコスチュームに着替えたりしていて、着々と年越しパーティーの準備が始まっていました。やっぱり日本にいる時と同じ感覚で Google マップに頼りすぎてはダメだなと改めて痛感しました。もちろんカウントダウンパーティーができるようなバーとかは営業していますが、子供連れで食事ができるようなお店は年末年始はいつもと営業時間が違う可能性があるので注意です。ちなみにピザは石窯で焼く本格的なものですごく美味しかったです。ということで、今回の海外旅行でやらかしたこと6選でした。知ってることや当たり前だと思っていることでも、いざとなると本当に抜け落ちます。これから旅行に行く方には、私と同じ失敗をしないようにどれか一つでも役に立ったら嬉しいです。これ私もやらかしたことがあるっていうのがある方、もしくはこんな対策をしているよというアイディアがある方、ぜひコメント欄で教えてください。これからはしばらく今回のチェンマイ旅行の動画もアップしていきたいと思います。家族で楽しめる観光やアクティビティもいろいろあったので紹介したいと思います。気になる方はぜひチャンネル登録をお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。またね。